気をつけ礼。はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントの S 君です。よろしくお願いしよろしくお願いしま。ますす。はい。ということで今日はですね、はい。服の描き方についてです。はーい。ちなみにね、服のシワの描き方については、以前ね、他の動画で説明していますので、はい。よろしかったらね、そちらも合わせて見てみてください。お願いします。で、服はね、すごいたくさんね、種類があるんですよね。はいはい。例えばこれ、前回ね、別のね、ページいっぱいにね、女の子の絵を描いてみるっていう企画の時に描いたイラストなんですけども、はいいっぱい種類があるので、どんな服があるかっていうのは、ファッションサイトや雑誌、またはね、芸能人の SNS とかをね、見てね、ぜひいろいろ調査をね、してほしいんですけども、はいはい。今日はね、最低限、今自分がね、描いている服をよく見せる、よりね、洋服らしく見せる方法を教えたいと思います。お願いします。だいたいどんな服にも共通することを教えたいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はーい。で、ここでですね、S 君に絵を描いてもらいました。おー、今回も描いちゃったはい。これです。私からお願いしたのは T シャツとデニムの人を描いてくださいというね。しかも、T シ依頼をャツとデニムは一応多分かけてるんだけど、かけてる。いやまあ、かけてる体にしてもろうて、ということで、これをね、じゃあよりリアルな洋服っぽくする方法を今から教えていきたいと思います。はい。はい、ということで、じゃあこの S 君の絵を参考に、まずちょっと簡単に服を着てるシンディちゃんをね、描いてみました。はーい。これはね、まだ何にも細かいことはね、描いていない状態です。はいはい。まだね、まあ十分服に見えるよと思うかもしれないですけども、個人的にはこれをもっとね、ちゃんと服っぽくする方法があるので、皆さんよかったら今からね、見てみてください。はーい。じゃあまず描いていきたいと思います。はい。ポイント。まずね、首周りや袖周りにね、縫い目を描いてください。はいはいはい。こういうことです。なるほど。これはね、大体どの服にも共通して、まあ、物の素材にはもちろんあるんだけども、大体ね、T シャツとかだったらね、こういう風になってるのでね、ぜひね、描いてみてください。はいはい。次にね、肩に縫い目をね、描いてください。こういうことです。はい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 。次ですね、脇にね、縫い目を描きます。脇。こういうことですね。で、さらにこの裾にもね、縫い目をね、描いてもいいですし、これは描かなくてもいいと思います。今回は描いておきますね。はい。ということで、少し T シャツが、より T シャツっぽくさっきよりなったんじゃないでしょうか。なったね。正面からだと、実はあんまりよく見えないんですけども、肩のここに縫い目をね、入れちゃうのもおすすめです。一番はね、自分でちょっと洋服をね、着てもらって、見てもらうのがいいかなとは思うんですけど。はい。ということで、首周り、袖、裾、肩などにこう縫い目をまず描くということでした。次、下半身ズボンですね。はい。まあ、一応デニムという体でね、今回はね、細かいところを描いていきたいと思います。まず、ズボンの前の部分にね、開くジッパーをね、つけてください。はいはい。こんな感じですね。ここの部分は正面から見たのもちょっと横に描いてみたいと思います。今、上がね、シャツで隠れちゃってるから、例えばもしシャツをインしてた場合はウエストの部分も描かなきゃいけないと思うので、今何もないね、状態がこれ。まず先ほど言った正面のジッパーを描くとこんな感じですね。で、これはウエストのラインのところね。まずここにね、ボタンが来ます。真正面のところにね、止めるボタンが来ます。で、さらに、ベルト通しがね、正面に2個来ます。なるほど。ここに2個ベルト通しを書いてあげてください。で、その横からポケットを書いてあげてください。こんな感じ。こっちのシンディちゃんにもポケット書いてみます。
こんな感じですうんね。で、次、サイドですね。サイドに横に縫い目を描きます。真横のとこに描きます。で、ここのね、横の縫い目とか、まあこのポケットとかの縫い目もなんですけど、一本線でね、さっき上で描いた時みたいに一本線で描いてもいいんだけど、デニムみたいな分厚い生地を表したい時とかは、二本線で描いておくのがおすすめです。なるほどね。逆に薄いね、ズボンなんかの時は一本線で描いたりするのがおすすめです。まあ内側のところもね、ちょっと見えるかもしれないから、こうやって描いておきますね。はい。ということで、こんな感じになりました。もうさっきより、だいぶ洋服っぽくなったし、どんな服を着てるかっていうイメージも湧きやすくなったと思います。今これにシワが全くない状態なので、これにシワとかを付け足してあげると、さらにリアルになりますし、T シャツとかだとここにね、ロゴとかデザインを入れてあげると、よりおしゃれな感じになると思います。はい、次にですね、もう1パターンとして、さっきは T シャツデニムでしたけど、シャツとかスカートの場合もね、ちょっと説明したいと思います。まずね、シャツからですね。これ簡易になんとなくね、ざっくりシャツ描きました。で、シャツのポイントとしては、ここに正面のところにね、ボタンを書くんですけども、こんな感じでね、ぜひね、このボタンを書いたときは、横に線をこうやって引いてあげてください。そうすると、よりね、ボタンがついてる服らしくなります。こんな感じでね。で、あとはさっきと言った同じように袖のこの肩の付け根のところの縫い目とか、この袖だね、袖のところにこういう縫い目を入れてあげて、まあブラウスとかだったらね、こんな風にしてあげるとよりいいかななんて思います。またポケットとかを胸にね、書いてあげてください。こんな感じです。で、スカートです。スカート今ね、消せるようにちょっと鉛筆でざっくり薄く書いてるんですけども、まあこれでも可愛い。こういう形のスカートもあるから、普通の台形スカートっていうのかな。可愛いんですけども、まあ、プリーツスカートっていうよく制服でね、学生さんが制服で着てるようなスカート。プリーツってすごい難しいから悩む人もいっぱいいると思うんですけど、それを、書き方を今教えたいと思います。まず先にですね、ウエスト部分を書いてください。こんな感じです。で、ウエストのね、止める部分っていうのかな、ストッパーの部分は私たちから見て向かって右側のここにね、来ます。これは今ちょっと見えないかな。書かないですけど、ここに来るってね、よかったら男の人とか知っといてもらえるといいかなと思います。それで、プリーツスカートってどうなってるかっていうと、こう下から見るとね、こういう風にスカートがこう折り曲がってるんだよね。すごいちょっと難しい。まあこういうことで、風の動きとかに合わせてすごいひらっとしたりして、すごくこれをね、書きこなすのは難しいと思うんですけども、上から、まあこの角度とかって見たときとか、普通にね、立ち絵とかで書くときとかに、書きやすい初心者さんにおすすめの書き方があるので教えたいと思います。先にね、まず上の線をね、だけを書いていきます。で、端の方は幅を細めに取ります。で、この中央に向かうにつれて、ちょっとだけ幅を太めにしていきます。ここの間隔の幅のことね。で、また端の方に行くにつれて幅を細めていきます。まずこれで縦の線だけをね、書いちゃってください。はい、ということで、下絵の線を消してみて、今こんな感じになってます。で、ここから、この端のね、わかりやすいようにここら辺でやろうかな。この端の線を、こっちの横の線につなげちゃうんじゃなくて、横の線よりもね、ちょっとだけ上からこっちの線につなげるように線を引いてってください。こっちもね、ここからこういう感じで。斜めに少し。ちょっとだけ斜めに、そう。そうすると、少しこう重なってるようなね、風に見えると思うので、よかったらね、簡単なので、こういう書き方でね、プリーツスカート書いてみてください。
それと、シャツの、後ろから見た時なんですけども、はい。後ろから見た時は、まずここの肩のところにね、一本線をピーッと引いてあげます。はいはい。で、このね、中央の部分あたりから2本こうやって線を引いてあげます。そうするとすごいね、ワイシャツからの後ろ姿っぽくなります。本当だ。この線は、洋服によって、シャツは結構あるんですけど、ないものもあって、そういう時のシャツっていうのは、やっぱそれはやっぱり皆さん物を見てもらった方がいいかなと思うんですけど、実際自分がやっぱその洋服をね、中にはこういう真ん中からこう一本線が出てるっていうのもね、例えば背広とかジャケットとかね、ブレザーだったりとかね、そういうのはこういうデザインになってたりとかするので、こういう風になってたりとかもするので、よかったら後ろ姿の時もこういう縫い目を描き足すことってね、忘れないでやってもらえたらいいなと思います。はい。はい、ということで今回は服の描き方についてでした。はい。最後にこの最初に描いてくれたエースくんの絵にね、ちょっと今回のおさらいを込めてね、ピンクで線を入れたいと思います。了解っす。まずね、首の周り、これ首の切れ目がなかったので、シャツの切れ目を描いて、縫い目とかをね、描いてあげてください。で、袖の付け根。でね、ちょっと横から見てなって、この肩の縫い目。さらに袖ですね。こういう風にしてあげてください。はい、これでシャツ少しリアルになったかなと思います。ズボンは、ここがちょっとこう前足がこういう風に出てたところは想定して、横にね、こういう縫い目を描いてあげてください。あとは後ろなんかにもね、ポッケがあるので、こういう感じでポッケを。横向いてるからそう描いたりしたらいいのかなと、ちょっと思いました。あとポッケットかな。もちろんズボンの裾にもこの縫い目がありますのでね、よかったらそれも忘れず皆さん描いてみてください。ということで、エースくんの絵も少しリアルな服になりました。なったのかな。T シャツとデニムは一応多分かけてるんだけど、あと、耳がね、ここに来ますので、頭の後頭部からじゃなくて、ここに横から見た人は来ますので、よかったら皆さんも気をつけてみてください。というのは、前回の動画を学んでおりません。これはよかったらね、横から見た人の動画がありますので、横顔の描き方っていうところがあるので、よかったら参考にしてみてください。お願いします。はい、ということで、今回は服の描き方でした。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と、エスくんでした。気をつけ、礼、ありがとうございました。ありがとうございました。